皆さんこんにちは。ミツバチハニーのるみです。12月に入りました。いきなり寒くなっています。まだ今昼間なんですが、マイナス2度で、今日は最高気温がマイナス1度までしか上がらないそうです。こんな状態でミツバチたち頑張ってくれています。今日のビデオでは11月に行った冬越しのためのいろいろ準備があったので、それをお伝えしたいと思います。今日は朝早くから巣箱のチェックをしてるんですが、久しぶりに巣箱を開けたんですが、まだお砂糖があります。なのでお砂糖を持ってきたんですが、今回はあげるのを待ちます。4番目はですね、他のも簡単にチェックしたいと思います。これはまだトレイがないので、ちょっとどうなってるか心配なんですが、この巣箱のすぐ上にお砂糖を乗っけていたので、くっついちゃってる。まだお砂糖あるんですけど、やっぱりアクセスができない感じですね。お砂糖はまだありました。3番目の巣箱なんですが、まだお砂糖あります。いっぱい食べてるような状態です。やっぱりトレイがあるとだいぶアクセスもしやすいので、1番目と2番目のに早くフレームを乗っけたいと思います。まだ作ってもらっていて、作ってないので乗せられない状態です。フレームを1個だけ作ってもらったので、今日はこれをステインしたいと思います。こういうのがあるので、ペンキじゃなくて今回はステインだけして木を守りたいと思います。プリステインを塗った時と塗ってない時、こんな感じで色のトーンが違います。こっち塗ってなくて、こっちが塗ったやつです。これはもう色がつくステイニングですね。それをこの枠に塗っていきます。でもさっき使った布ででもそんなに色つかないですね。うっすらつく程度。こんな感じで簡単にニスを塗りました。これを乾かして、そしてシュガーボードを乗せる枠組みに使いたいと思います。もうすっかり葉っぱも散ってしまって11月です。で、今日やることなんですが、今日は一つフレームができたので、キャンディーボードをこのフレームを使って一つのバッグにあげたいと思います。で、あとインソレーションということで、だんだん寒くなってきたので、このフォームの蓋を使います。で、あとシュガーブロックを一応冬の食べ物として与えたいと思います。あとおがくずも追加しようと思います。で、本当は
週3をトリートメントしたかったんですが、朝、きちんとプランを立てていなかったので、もう気温が6度とかまで上がってしまっているので、今日は、トリートメントはしないことにします。この巣箱はまだ、シュガートレイがなくて、お砂糖を直接乗っけてるんですけど、お砂糖どうなってるか見てみます。お砂糖はまだあります。あんまり食べてないみたいです。てか、アクセスができないみたい。今日はおがくずをもう少し追加してあげます。これが2つ目の巣箱なんですが、直接巣箱に乗せていたんですが、シュガーをまた、オギザリックアシド、シュウ酸を添加しなきゃいけないので、今回はシュガーボードは上げないでおきます。ただ、おがくずは火を取ってあげます。ここに穴が開いているので、ここから湿った空気が抜けれるようになっています。で、フォームも見せます。どっちが先なのかな？木の枠が先かな。これを乗せて、で、蓋を閉めます。しっかりはまらないでガタガタです。何匹か死んでますね。
警察に来た蜂が怒ってる。この巣箱はすごいたくさん蜂がもういて、まずなんだろう。本当はトレイの穴をもう少し広げる作業をしたかったんですが、あまりにもたくさん蜂がトレイの中にいたので、それはやるのを諦めて、おがくずだけフィットします。で、ここでインナーカバーの使い方を説明します。これがインナーカバーなんですが、ここに穴が開いてます。で、夏の間はこういう風にひっくり返して使うんですが、冬の時にはこれをひっくり返して、この隙間が上に来るようにして使います。そうすると、湿った空気がこう上に上がってきて、で、ここに溜まるんですけど、そこからまた上に上がってきたのがここから抜ける、外に抜ける穴になります。ただ、このキルトボックスにもこのサイドに穴が開いてるので、ここからも空気は抜けるんですが、もう一つ空気が抜ける穴がここになります。なので冬の間はインナーカバーをこのような形で使います。今気温が4度なんですけど、入り口に2匹蜂がいます。これは門番の蜂で、今外の様子を伺っているようです。しばらく旅行に行ってたんですけれども、旅行から帰ってきたら息子の友達たちに家の周りをトイレットペーパーでデコレーションされていました。今トイレットペーパーを拾って歩いているところなんですけど、もうこのバケツパンパンに入れてるんですが、まだまだすごくたくさんあります。幸い私の巣箱は何もされてないようだったので良かったんですが、ちょっと蜂の様子を見に行ってみたいと思います。すごい、かなり死んでる。旅行に行ってる間、雪が降ったみたいなんですね。で、このエントランス門を完全にまだ閉めてないので心配してたんですが、す
ごい、かなり蜂が死んでます。ボトムボードを引き出してみたら1匹蜂がいました。舌を伸ばして何やら舐めているのか、花粉とかお砂糖を探しているのか、そんな感じで動き回っていました。結構トイレットペーパーってもっと溶けるのかと思ったんですよね。なんかトイレとかでもトイレットペーパー以外流さないでくださいとか言って、でも実は全然溶けなくて、こうやって地面の上に乗っかってると、地面の上に落ちてても全然溶けないんですよ。でただただそこにあって汚いだけなので、これを拾わないといけないって感じですね。これ相当の量のトイレットペーパー使ってデコレーションしてくれました。これ実はやられるの2回目なんですけど、今回の方がすごい量のトイレットペーパーやられてます。今回は家の周りの木とかすごいやられてます。家のデッキとかもすごかったんですけど、もう今拾いました。家のデッキは何も今なくなってます。でも家の周りとかがまだすごいたくさんあるし、あと地面に落ちてるのを拾わないとすごい溶けないんですよね。これ汚いまんま濡れて硬くなるだけなので、これを拾わないとダメですね。でも家の裏も全部トイレットペーパーのデコレーションされてます。今回は窓ガラスにもこんな風についてるんですが、なんでこんなことをするのかよくわかんないんですけど、トイレットペーパーもかなりアメリカ高いんですよね。だから私からしたら、なんでこんなにお金使ってこんないたずらするんだろうって思うんですけど、これがアメリカのいたずらの一つです。今日はエントランスを狭めます。門を狭めます。この丸い穴が塞がってしまっているので、ここのスペースを空けて蜂が出れるようにしました。これもここ穴を開けています。手作りの巣箱なので、この高さがなくて、この穴が全部塞がってしまっているので、ここを開けています。巣箱はもう少し穴が大きいんですけど、でも一応蜂が通れるスペースを空けました。
は十分な高さがあって穴が全開なので、最後までスモンを締めることができました。今日はずっとやらなきゃって思っていた週3の摘果を蜂たちにしたいと思います。これがオキザリックアシド週3なんですが、これを測っていきます。一応レスピレーターをして測ります。でもすでにお砂糖とお水1対1で混ぜたお水がここにあります。もう作られています。で、これにオキザリックアシド週3を入れて、このシリンジで鉢の上に垂らしていくっていう方法をしたいと思います。で、今回はもうお水 200ml、お砂糖が 200g でオキザリックアシド 15g かかって今から入れていきます。週3はこのように白い粉末になっています。このはかりなんですが、本当はジップロックに入れてあったんですが、使う寸前に電池が切れていることが分かって、また家にチャージしに行ったので、その時にジップロックの袋に戻すのを忘れました。もしキッチン等で使っているはかりを使うという方はジップロックなどに入れてプロテクトした方がいいです。私はこれはキッチンで使うはかりではないので、そのまま使ってしまいました。砂糖水はあらかじめ作っておくことは可能なんですが、週3はその摘果する日に直前に混ぜて使った方がいいです。そして週3を入れた液体っていうのはその日に使い切った方がよくて、これを取っておいてまた後日使うっていうのは避けた方がいいみたいです。週3の摘果を始めます。シリンジの中に 10ml の週3液が入ってるんですが、これを各隙間に 5mm ずつ落としていきます。この時の気温が2度で、厚手の手袋をしているので、なかなかシリンジをうまく押すことができなくて、ちょっと戸惑っています。一つの隙間にきちんと 5ml ずつ入れることができないでいるんですが、一番重要なのは一つの巣箱に 50ml 以上摘果をしないということです。週3は実は自然界にも存在する物質です。これは化学合成して作った物質ではなくて、例えばほうれん草とかケールとかそういった植物、野菜にもあるし、種やナッツなんかにも含まれています。ただ、あげる量が多いとやはりそれは毒になってしまうので、ミツバチたちを殺すことになってしまうので、50ml 以下という規定がついています。週3を摘果する時の気温なんですが、一番いいのは朝4度ぐらいで、日中に15、6度まで上がる日がいいです。で、この時の気温は2度、摂氏2度なんですが、というのも去年実は5度ぐらいの時に摘果を始めて、だんだん気温が上がってきて、6度とか7度になるとミツバチたちが自由に飛べるようになって、で目の上を刺されてもうひどい目にあったので、それがあり、今年は刺されないようにしようと思って、結構寒い気温の日をわざわざ狙ってこの作業をしています。日中気温が上がるとミツバチたちはお互いについた砂糖水をきれいにしようとして動き回るので、その時にもしダニが体についていたら、いろんな蜂たちに砂糖水が回って、そしてダニを結果的に殺せるということになります。で、ダニは足からシュウ酸を吸収するんですが、それで死んでしまうんですが、蜂がなんで死なないかっていうと、ミツバチは全身を
ワックスみたいなものでコーティングされているので、ダニのように吸収がそんなに早くないので、そのシュウ酸をいろんなところに運びながら自分の体には吸収しないっていうような特性を持っていて、それでダニだけ殺すことが可能になります。これが3つ目の巣箱になります。これにもシュウ酸を滴下しました。そして最後の箱なんですが、本当はミツバチはこのぐらい寒いと飛ばないはずなんですが、この時4度ぐらいになっていたんですが、結構アタックをしてきて、で去年のことがあるので、この巣箱だけはシュウ酸滴下をしませんでした。ただダニの数もこの巣箱はほぼなかったので、ちょっと様子見で、もしかしたらこの巣箱はトリートメントなしで冬越しさせるかもしれません。巣の門の前で何匹か死んでいるハチがいます。では誰もいません。こっちは入り口のところで何匹かがまとまって死んでいます。これは入り口からもう出ようとして体半分のところで命尽きてると思います。ほんと寒いのでかわいそうなんですが、なんとか頑張ってほしいです。今回行った冬越しの準備が今日と出るか吉と出るか、冬の間見守りたいと思います。それでは See you in the next video.